お客様が場所の制約を取り払ってお茶会に参加したような感覚を味わえるというのが今回の作品の素晴らしさの一つかなと思います。茶の湯がもともと持つ創造性だったり、ダイナミックな動きであったりですとか、よりクリエイティブな発想であったりですとか、そういった、それぞれの茶人がそういう工夫を持って、想像していた、そんなところの、面白みというのかな。一言で言うと、より自由で、より楽しい、お茶のイメージが、茶の湯という言葉には付随されていると思います。身体的に、そして心と心的に、この狭い空間の中でお茶を通じて、なぜかお客と亭主が混ざり合うような不思議な時間がやってきますし、そこを目指して、お茶というのはしますね。一つの座が、亭主とお客さんによって新しく立ち上がるというのが一座建立の言葉の意味かなと思っています。今回のお茶会、作品のテーマでありタイトルが、ザ・サークルっていう名前なんですが、これはお茶の、茶の湯の精神性の一つである一座建立という言葉が、キーワードになっています。お茶会に参加する、お茶人だったりお客さん、みんなでそのお茶会を盛り上げていこう、心を一つにしていいお茶会にしようという考え方なんですが、それを直接表すのではなくて、ヒントを、たくさん散りばめて、お客さんにそのどんなお茶会かっていうのを楽しんでいただくのがお茶会の一つの面白さであって、今回もリアルな書で円を描いてみたりとか、生け花を花ではなくて水をテーマに生けて、その水面がこう波紋を作るのが円の形をしていたり、その各所で、そのザ・サークルっていうテーマが、伝わるような、ヒントを散りばめている。VR でじゃあお茶会を表現したらどうなるっていうところの、チャレンジとして、VR の書を使ったりとか、音にフォーカスしたり、その花ではないもので花を生けるっていうところにフォーカスしたりっていうところで、伝統的な文脈とか考え方を大事にしつつも、現代に沿った新しい、表現の仕方だったり、コラボレーションしたりっていうところで、現代の、日本の伝統文化っていうところを、追求して活動しています。今回 VR180 という手法を取り入れまして、VR の臨場性みたいなところをとても強く出すようなコンテンツの作り方をしました。で、立体紙を使っているので、茶碗の立体感であったりとか、葉っぱの奥行き感であったりとか、その空間の中にいる人たちの存在感であったりとか、そういったことを最大限近くに感じるであったり、そういった部分に寄与するように撮影をしました。で、実際にVR の撮影だとどうしても止まって撮影するっていうことが多くて、それだと退屈になってしまったりするので、今回は歩いていくときに感じる木々の立体感であったりとか、その道が曲がりくねっている感じだったりっていうのを再現するために、実際にカメラをジンバルに乗せて撮影をしました。で、そうすることで本当に茶の湯の体験っていうのを、1から10までその茶室に入るまでっていうところもしっかりと表現した上でお茶会に臨んでもらうという体験を今回は映像の中で作っています。本当にそのお茶会にトマトディスプレイを通じて立ち会うみたいな気持ちで見ていただきたいなというふうに考えております。